どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日はちょっと毛色を変えてですね、若者企画ということで、製造業にフォーカスしてるんですけど、若者も結構僕のね、動画見てくれてます。製造業で働く選択肢ってぶっちゃけどうなの？なぜかというと、実はセミコンで対談してます。この太郎ですね、セミコンのアンバサダーになることがほぼ決定しましてですね、今年もセミコン行くぞっていうことで、セミコンのことを思い出していただく動画になっております。THK の方とも対談しましたね。言わずと知れたリニアガイドナンバーワンと、海外市場を含めたパッケージソリューション提案をしておりました。朝谷さんですね。で、世界中から依頼が来るので対応して提案ベースで仕事を構築してるんですけど、その提案がバチッとハマると面白いって言ってましたね。続いてアドバンテスト、新卒3年目からすごいよね。3年目で出てくるっていう気概がまずすごいですよ。半導体前工程検査装置ナンバーワン級と。ドイツの R&D センターと一緒に開発、研修していると。英語でやってるって言ってましたね。プログラムのデバッグとかテストの時、自分がプログラムしたものがですね、しっかり動いた時っていうのは感動する。女性でも成長を超実感できる環境があって、言語が違ってもビシビシやっとるでって。男には負けへんねみたいな感じですね。素晴らしいですね。最後が太郎2世ということで、わざわざさ、グラサンまで持ってきてくれてましたね。JSR とフォトレジストナンバーワン企業ですよね。半導体回路を描くために必須の薬剤ダントツ品質でございまして、14年目ということで、ヒロさんですね。ということで、僕と同じぐらいの年ですよね。非常に、バイタリティがありましたよね。海外現地でも日本人技術者と連携して問題を俺は解決していくんだよ。CMP 工程の研磨剤とかワイヤーボンディング剤の新規開発も JSR を行ってますよとか、お客様視点に立って尽くすという言葉が印象的でしたね。グローバルで俺たち競争力を高めていってますと。このように生き生きとしてる若手も実際いるわけですよ。海外で活躍できる、自ら、動くことの大切さをこの、対談からですね、僕も改めて認識をさせていただいたかなと思いますよね。非常に良かったね。女の人もさ、事前にさ、こういう風に話してくださいみたいなのもあるんだけど、それと、めっちゃ脱線してさ、いろいろ話してくれたからさ、良かったよね。だから実際にアドバンテスト働きやすいんだろうなっていう風に、リアルに思いましたよね。もう JSR もね、非常にいい会社ですよね。こういうキャラ付けをさ、して登場させてくれるっていう、会社の懐の深さが見えますよね。そういう若手元気な製造業もいますけど、じゃあ実際日本の製造業の立ち位置ってどうですか？令和4年でも中核産業というものは、いろんな動画で言ってますよね。GDP の約2割が製造業であると。で、なんとですね、貿易収支の黒字のほぼ全てがですね、製造業でございますと。一番でかいのが輸送機器でしょ？自動車関連ですわ。で、電気電子もあるし、そして一般、機械ですよね。ロボット、工作機械、そして半導体製造装置。あと、化学製品とかも入ってるから、とか、原料別製品ですよね。もうほぼ製造業であると。要するに貿易黒字のほとんどが製造業で、もう日本をですね、支える中核産業ということはですね、数字を読み解けば誰もがわかると。しかしながら製造業からなかなか政治家が誕生しないので、フォローアップいただけないというジレンマに陥ってますが、そこは置いといて、製造業非常に大事ですと。それをですね、まず人材市場で考えるということで、日本の製造業の立ち位置にですね、リアリティのある給与面から俯瞰をしていきたいと思ってます。いくら魅力的であっても、給料が良くないと、ね、働けねえよっていう方は、いらっしゃるだろうと。これ日本のグラフですよね。情報通信業、金融業に続くということで、第3位でございますね。約5万米ドルと。日本では相対的に収入が高いですよ、実は。悪くはないかなって感じですよね。悪くはないかなって製造業以外の工業以外どうなんねんって話ですけど。そこに続くのが建設、工務、専用サービス、不動産一般サービスと続いていくと。じゃあ他の国どうなのっていう感じですけど、米国では平均よりちょい上ですよって感じですね。上が突出してるって感じですね。情報通信と金融業、そして専門性のあるものが連なってると。英国、イギリスでも意外に第3位を占めてるわけですよね。平均より随分高いと。で、他の国でもドイツでは第3位。そしてイタリアでも第4位、韓国でも第3位、2位と僅差ということでほぼ2位という感じで、プレゼンスとしては非常に高いと。多くの国で平均以上の給与を獲得できる初期業になっていると。日本の製造業の立ち位置3ということで、その他の数字ということで、ここら辺は載せなくてもいいかなと思ったんですけど、一応、平均年齢は若干若い。平均勤続年数は10年程度で、他業種との違いはそこまでありませんと。しかし、一つですね、違いがあるとすれば、全産業全体の名目労働生産性が794万円なんですけど、実は製造業だと突出しておりまして、1000飛んで94万円と。300万円も全産業と比較してですね、差が
開いていると。この差は大きいですよと。製造業の名目労働センサー性は実はかなり高いと。生産性から利益創出力がある産業とも言えるので、うまくやればですね、非常に儲かる産業であるということは言えますと。実際の給与上昇率ですよね。日本貧しくなったっていう風に言われてますけども、実際製造業の給料上がってんのかって話ですね。そこに対してどういった指標があるかっていうと、10年で給与が増えた会社ランキングっていうものをですね、東洋経済線が発表しておりますので、上位50社で何社が製造業関連か、一つ一つ調べました。まず、第1位がですね、キーエンスということで、上位から第2位に属しておりまして、831万円も上昇してると。日本人の平均給与2人分も上昇してる。夢があるなって感じですね。第5位にレーザーテックが入っております。521万円も上昇してる。東京エレクトロンということで、半導体バブルということで、半導体関連がね、5位、6位と続き、そして7位にもディスコが入ってくると。第8位は、ファナックですね。もう至るところでファナックって言ってますね。こんなに僕を愛してるのに、ファナックさんは愛してくれないと。上位10社に5社がランクインしてると。しっかりやれば利益を本当に創出が可能な産業になっているわけです。ワイダさんですね。これ工作機械メーカーがランクインしてまして、安立さんでしょ。そして西川さんですね。製造業技術商社などで入れております。K&E エンジニアリング株式会社。これは特殊車両を作ってる。これもメーカーですね。富士見。続いて、牧野と。これも工作機械メーカーがランクインしておりまして、26位、装置メーカーが入ってると。上位50社で数えようと思ったんですが、多すぎてですね、数えられないと。5分の2は製造業だったかなって感じで、僕もですね、自分で調べてびっくりしたんですけど、マジで製造業、給料昇格しますよと。しかしながら、じゃあ実際若者はこの製造業をどう見てるかと。大学1、2年生の意識調査として製造業はですね、超不人気なんですね。チーンって感じ。働きたいランキングがあるんですけども、1位が公的機関というですね、もはやですね、今の若者はですね、働くことに対して超ネガティブになってると。働きたくねえな、みたいな。生活できるだけの安定した給与があればいいかな、みたいな。夢を失った状態であるということは、言い過ぎかもしれないですけど、ちょっとそういった傾向がある。2位はですね、金融業ということなんですけど、これを見る限り、そもそも仕事とは何なのか、働くことは何なのかっていうことを教えないですね、教育制度に欠陥があると。横並びで詰め込み学習ですね。もう暗記だけをやると。社会に出て、日本電産の長森会長も言ってるように、まるでポンコツだと。全く使えんということでですね、働くという意味合いを学んでこないんですね。なので、学習という、その教育機関がですね、かなりもう、そのギャップがあるというふうに言っていいと思うんですね。先ほどお伝えしたように2位が金融で、ぶち抜かないとなかなかその給料が増えないと保険とかも売るの大変じゃないですか。振れ幅がやばいわけですよ。そういった金融っていうのは。で、一方ですね、就職したくないランキングということで、1位が金融と。そして、堂々2位が製造業になってると。給与を稼げるのにですね、なんだこれはって感じですね。日本の就職活動の制度から、学生の俯瞰力が備わってないことを鑑みても、これはまずいわけですよ。日本の基幹産業であるのに、働きたくないと。公務員になりたいっていうですね、今の若者、どうなっとんねんって感じですね。大手なら給与も良いし、法令遵守はもう必ずしてます。そして給与アップも、基本的にはしていくと。定期的に上がっていくと。問題はですね、イメージアップが欠かせないと。しかしながら製造業っていうのはメディアで取り上げるのが難しい題材でもあるんですね。水曜日のダウンタウンのクロちゃんが変態な行動を取る方がですね、視聴率稼ぎやすいし、ですね、その番組を作るのが楽なわけですね。景気が好転すると放送される町工場なんかが映されるから製造業に対して非常にネガティブになると。そもそも製造業は、付加価値をですね、このエンジニアリングチェーンみたいなものを表出すことがディレクター陣にできねえと。知識人じゃないわけですよ、彼らっていうのは。で、やってるのがテレビ東京トラスコぐらいじゃないですか。知られざるガリバー程度しかないわけですね。ここら辺、ね、トラスコさん素晴らしいですよ。もうキャノンに至ってはなんか世界遺産を取り上げてるわけで、いや、世界遺産取り上げたところで、日本の GDP なんて全然上がりませんけど、みたいな。いい番組ではあるものをですね、キャノンなら製造業やってよって感じですよね。NHK でも超絶凄技というものがあったんですけど、これも2018年の放送をもって終了してると。もうメディアレスが極端に少ないのは原因の一つかもしれませんよね。というのが現状ですね、製造業が過小評価されているということが言えると。数字からわかると。でですね、夢とか言ってね、追ってですね、いざそのサービス業に就職するとですね、擦り切れるまでブラックで疲れると。それであれば製造業に入ってですね、ノウハウを自分に蓄積して独立できるぐらいになった方が僕はいいと思いますよね。あくまで個人的な見解でございますが。
それを置いといてですね、そもそも社会人の意識について一応語っておきたいと思います。そもそも後ろ向きな若者ということで、ネガティブなんじゃないかなっていうことは、さっきね、働きたいランキングで公的機関が出てきた時に言いましたが、仕事場境遇に対して諦めもあるんじゃないかなと思います。これ出世したいパーセンテージですよね。うわ、引くみたいな。インドの4人に1人ぐらいしかいないと。仕事場の満足度ですよ。これも相対的にですね、30% ぐらい低いわけですね。で、仕事で成功したい人間みたいなものも低いと。さらにですね、熱意溢れる社員なんか10%今 6% しかいない。6% って何やねんって感じですね。18人に1人ぐらいでございますと。ポジティブな内容がほぼ出てこないと。転職サイトから引っ張ってきてるので、ある程度転職を促すような情報を載せるにしても、それはこういう情報しかほぼ出てこないと。現場の若者の元気がですね、失われたままでは絶対に勝てないわけですね。そして社会人の勉強時間ということで、じゃあ実際に社会に出てきてですね、皆さん学習してるかっていうことでございますが、平均でなんと6分と、みたいな。6分みたいな。それ勉強しないのと同意じゃないのって感じで、これですよ。95% の社会人が勉強しないという呆れた結果になっていると。しかし、行動者ですよ。むしろ、一方、その行動してる人たちが、どれだけ勉強に費やしてるかっていうと、100分ぐらいしてるわけですよね。N 数は20万人が対象なので、ほぼ平均値であろうと。精度が高いということですね。一方、テレビ、ラジオに費やす、ネットを含むんですけど、これ100分の時間をですね、確保して、みんな TikTok だけ見てですね、パワープになってる。90% 超が勉強しないという平和ボケ状態に日本の仕事場はあると。逆転の発想でいけばですね、皆さん行動をしてくださいと。勉強すれば簡単にぶち抜けますと。簡単に職場の人と差がつけれますと。そしてそれをリアルビジネスに結びつければですね、要するに今仕事をしてる中でも勉強してるっていう価値観で働けば、もう簡単に皆さん勝てる土壌が日本にはあるということなんですね。さらに理系人材の展望ということで、製造業といえば文系もいるんですけど、理系も非常に多いということで、理系に対して焦点を当てていきたいと。理系人材が少ないというよりは、もう今まさにですね、不足していると。2030年には IT 人材がなんと79万人不足すると。不足というレベルではないと。キャリア官僚ですら採用が厳しいと。特に技官という理系のですね、キャリア官僚っていうのは10年で半数になっております。理系不足なのになぜか理系が減少するという、さらにギャップが広まってると。だから息子娘を確実に理系に送り出そうと僕は思ってますね。市場原理が働かないということで、大学に知識人がいないというか、ビジネスとしてですね、文系の方が簡単なんですよ。先生にちょろっと話をですね、してもらえれば、その授業なんて構築できちゃうわけですから。理系をやるとすると研究室必要だわ、有能な教授を囲わないといけないわっていうことは結構、文系よりも大変なんですね。なので、その理系を構築しにくいと言いつつも、理系がそもそも間口が狭いと。数字だけ見ると理系は売り手市場になってると。要するに理系はチャンスなわけなんですね。さらに前回ですね、国会議員の山田太郎さんと議論をしてきましたが、サイバーセキュリティ人材だけでも万単位不足する。ちょっと話は脱線するんですけど、今後製造現場っていうのはかなりクラウドとかネットにつながる現場が出てくるわけですね。そうするとサイバーセキュリティで現場が攻撃されちゃうと。今まではサプライチェーン上の購買システムなんかが攻撃を受けていたわけですけど、現場の製造装置が攻撃を受けるようになってしまう。そうするとサイバーセキュリティというですね、ノウハウを現場に蓄積しないといけない、育ててあげないといけないんですけど、ここも育ってないわけですね。だからここは確実に来るトレンドですよ。ここは絶対来ると。そもそもギャップがあるのに理系コースの門戸が狭いということで、そして男女差が致命的でございます。高校3年生の理系間口が非常に狭いと。3割ぐらいしか理系取りませんと。日本では圧倒的に供給が不足しておりまして、ニアリーイコール理系についておけば、そこで頑張れば、就職にはあんまり困らないんじゃないのっていうことが言えるわけですね。特にグローバルで見ても、女性が少ないと。もう女性で理系に行けば超チヤホヤされるし、つましい女性であればですね、男に囲まれるわけですから、男もね、女に飢えてるわけですよ。そういったミスマッチを狙っていくっていうのもある一種のですね、生態の生存原理から言えばですね、正しい選択かもしれないと。一意見ですね。
もちろんマイノリティっていう話はあるんですけど、ちょっと触れずにいきたいと思います。留意はしてますよ。で、管理職の登用も今後、理系で女性っていうのは進んでいくはずなんですね。ミスマッチが多分にあるので、言いたいこととしては供給バランスをつくことで、自分のですね、ライフというか、生活をですね、優位に進められる土壌がそこにあるというふうに言い換えていいと思いますと。技術者不足の市場があり、そして理系はより売り手市場になりつつあると。にもかかわらず、理系人材に進学する学生が非常に少ないと。教育制度、大丈夫ですかっていう感じですね。ビジネス構造に欠陥があるような気がします。ということで、理系に行けばギャップのバランスがあるんで、就職有利になるんじゃないのっていうことは数字から言える。そして、製造業でじゃあ働く時のメリットですよね。理系に行くのはいいけど、じゃあそれってプラスになるんですかってことですよね。製造業の働き方ということで、留意すべき点は、配属先で仕事内容が全く異なる点でございます。このように、工場です。誰がどう見ても工場でございますが、このようにですね、単純な組み立て作業とか、そして技術が必要な、例えば日産の GTR のエンジンですね。こういったものは匠が組み立てているわけでございまして、技術が必要だったりするわけですね。その他にも装置設計とか、もうその商品そのものの設計者、そしてマーケティング担当者ですね。もうね、マーケティングできてる会社がマジでいないんで、もう僕に相談してください。URL 貼っとくんで。マーケティング授業を始めました。そして、購買ですよね。こういったものも非常に知的ハードワークが求められる。で、皆さんが工場ってイメージすると、こっちになっちゃうんですよ。単純労働嫌だな、みたいな。ワーカーになりたくないなって思うわけですね。いやいや、違いますよと。エンジニアというですね、知的ハードワークしなければならない仕事っていうのは非常にたくさんあるわけですね。工場、ニアリイコールワーカーっていう風に取られがちでございますが、これは完全なミスリードですね。このイメージが強いんですが、それは、一部に限られますと。そもそも単純労働しかできないということであれば、自分の学習工程がですね、非常に間違ってたということが言えると思います。エンジニアとして育てられ、そして技術ノウハウとお金を製造業で働けばゲットできるわけですね。技術は普遍的でございます。技術という言語はさらに国境を越えていくと。海外で働ける敷居が非常に下がるんですね。例えばツイッターでですね、支部長さんという方がいて、この人は、エンジニアとして働いてて、海外出向を経験してるんですけども、英語のトイックの点数300台とか400点台って言ってたけど、全然やってることは同じですから、コミュニケーション取れましたっていうことを言っておりましたよね。エンジニアとして技術を高めれば、転職は文系より容易だと思います。例えばこれ非常に簡単なプランなんですけども、装置設計者のライフプランということで、まず中小で頑張ると。もしくは SIR で頑張ると。そうしてれば、大手っていうのは生産業者がですね、不足しておりますので、転職ができます。で、大手のノウハウを学ばさせていただいて、そしてグローバルで活躍できると。自動化っていうのは世界的なニーズなんですね。もしくは独立すると。簡単に書きすぎて非常に申し訳ないんですけど、こういう風に技術があれば転職ができるし、活躍できる土壌があるわけでございます。身につけた技術はグローバルで需要があると。そもそも横並びの文化、技術というアドバンテージは半端ないわけですね。はい。これ部長の給与でございますが、衝撃でございますが、実は日本の部長の給与っていうのはタイも劣るわけですね。この曲線ですよ。日本ってね、非常になだらかなんですね。こんなことは言いたくないが、技術の正当な評価がされない国が日本になっているわけでございます。組織構造的に、要するに有能な人を入れないといけないと、新卒一括採用で入れないといけないんで、ある程度の給与を保証しちゃうんですね。なので部長に対して還元ができないっていうジレンマもあるんですけども、ここをなかなかブレイクできてないわけですよね。技術的な人材力を高めて、グローバルで活躍することができるわけですね。必要とされる人材になっておく準備をすべきだと思います。例えば TSMC みたいな世界1位の半導体企業の部長であれば、年収は1億は下らないですし、通訳の人でしょ、そして、秘書でしょ、そして、車の運転手もつけてくれますよね。サムスン等であれば。そもそも年功序列の制度が破綻しかけておりますので、今から自分にしっかり技術、しかもグローバルで、共通言語になる技術をですね、身につけておいて損はないわけですね。日本の製造業に未来がないのか。いや、ね、こういう話をすると日本の製造業終わりかも、みたいな感じでね、思うかもしれませんが、技術の土台がないかといえば、そんなことは全くないわけですね。これは技術の市場とシェアですよね。それを表したバブルチャートになっております。縦軸が規模で、横軸がシェア。そして、この緑のところが市場が1兆円以上ですね。で、ここぐらいになると10兆円ぐらいになってくるわけですね。で、ここより下がですね、赤いところが1兆円以下になって
ってくると。はい、こんな感じでシェア 50% 以上持ってるようなニッチトップと呼ばれるものが非常に多く存在しております。THK でしょね、JSR さんでしょ、アドバンテストさんで、これもう彼らっていうのはほぼニッチトップなわけなんですよね。身につけた技術は翼を与えて、これでグローバルでも羽ばたけるし、日本にそれを育ててくれるような技術を身につける土壌が製造業にはあると。そこになぜ就職しないと。じゃあこれ日本だけの数値で他国と比較してどうなんですか。中国も自国の市場というドーピングがあるのにもかかわらず、日本よりシェア1位は少ないわけで、圧倒的に少ないわけですよ。人口が10倍であることを鑑みれば、決して日本っていうのは不利な地域とは言い難いんですね。よく10分の1であれだけのニッチトップがあるわって感じですよね。グローバルで俯瞰すれば、自分のスキルにブーストをかける製造業という土壌があると。決して悪くない選択枠だと思います。そしてケースのような IoT とかネットにつながるっていう時代でございます。はい、幅広い IT 技術者が必要でございます。もう製造業の現場エンジニアだけじゃないんですね。はい、共通言語、お金をもらいながら学べるという心構えが皆さんにも必要だし、その土壌が日本にあるっていうものすごく恵まれている環境にあると。はい、技術者がいないとイノベーションを起こせないっていうのは世界共通なんですね。技術者は世界に必要とされ続けるんですね。はい、日本市場でのまとめでございますが、日本で製造業に就くことにメリットってありますか？製造業は給与面の序列は第3位ということで悪くはないと。むしろ高待遇かつ給与身長が望める業界なんですね。これはしっかり調べて入ってみてください。はい、理系人材が足りてないにもかかわらず、レッドオーシャンになる文系が多数になってると。意味がわからんと。はい。ブルーオーシャンを捨てる選択枠は果たして皆さんあるんですかね。理系行きましょうよ。そして女性人材も少なく、高待遇を期待できる職場の可能性が女性にとっても高いわけですよ。例えばね、CKD さんとか行くと、保育所も完備してたりするわけですよ。ね、保育園もそこにあるわけですよ。ずっと働き続けられるわけですよ。ノウハウもつけられると。いいじゃないですか。日本人は努力をしなくなったわけですよ。勉強時間は平均で6分というふざけた内容なんですね。要するに格差が広がる土壌で Twitter とかで文句言ってる輩がですね、ほぼ勉強しないんですよ、あいつら。もうそのやつはほっといてですね、他人との差別化が日本市場で比較的容易なんですよ。しかもノウハウがつけられる土壌があると。コンプライアンスが厳しい業界でもあるわけですよ。行き過ぎた企業さんもあるんですけど、多くの企業ではしっかりね、残業代ももらえると法令遵守されてますよと。グローバルの視点で見ていきましょう。日本が成長しない場合に有利に働くんです。こんなこと言いたくないんですけど、日本がもうダメになった時にどうなんですか？日本の製造業はまだ強い部分もあると。当該企業で技術を身につければ戦いやすいわけですね。技術という世界共通言語をその製造業メーカーで学ぶことができると。で、即戦力が学生からすぐね就職して即戦力にならないんで、日本っていうのはまだまだ全然 OJT で育ててもらえる土壌があるわけですよね。はい、そこで育ってもらえばいいじゃないですか。で、業界で屈指の人材になれば正当な報酬が待ってるわけです。世界屈指の待遇が待ってるわけでございます。サムスンでは通訳、運転手、家が全てついてくるわけです。プラス給与1億円以上と。技術の根本は普遍的であり、需要はなくならないと。多領域のスキルがあればさらにベストでございますと。いろんなスペシャリストと話す機会があるんですけど、本当のスペシャリストっていうのは多領域に対してスペシャリストなんですね。多分野の技術をつなげて新しいソリューションを生み出すことができるわけですよ。一つの分野だけに特化しすぎるっていうのは、僕はいいんですけど、いろんな分野のスペシャリストであるべきだと思います。本当の意味でのエンジニアにならなければならない。これ何を言ってるかっていうと、製造業に就いたからといって不勉強なままだと結局自分の付加価値って高められないんです。横並びになりやすい。だから自分で勉強するなり動画作ってもいいですよ、技術のね。そういった風に勉強してくださいと。自分の頭の中で考えるエンジニアになってくださいと。知的ハードワークのことを僕はエンジニアって言ってるんで、そういった知的ハードワークをしないんですね。考えなくなってしまう。昔から踏襲されているものを引き継いでやり続ける。そういう風になっちゃダメですよっていうことをメッセージ性としてここに付け加えさせていただきたいと思ってます。日本の行く末でございますが、議論の余地はあるが、失われた30年が続く可能性でございます。日本だけはこれ、成長してないと。これですね、GDP の成長率名目値でございますね。何これみたいな。韓国なんてさ、
こ突き抜けてるわけですよ。まあやり方どうなのっていうところもあるんですけども、そこに歪みを生んでるわけですけども、まあ見習うべき部分もあるわけですよね。物価変動を加味した国内総生産は日本だけが横ばいでございます。しかしながら大企業の労働生産性は向上してるわけですね。だから中小にかかってるわけですね。しかしその中小のほとんどの人が自分で勉強しないと。だから勉強すれば余裕なんですよ。労働者の7割は中小企業で就労してますので、まあ中小のこのエネルギーの復活っていうか、中小を盛り上げることが日本には欠かせないんですけど、なかなかここが上向いていかないっていうのがジレンマですよね。そして平均労働時間は右肩下がりなので、まあ労働生産性は上がってるんですよね。生産性は上がっているが、グローバル視点では生産性は低い水準になっているということで、今後日本がまあこのままね成長していかなかった時に、自分にねエンジニアというノウハウがあれば、まあ戦いやすいですよ。そういったリスクヘッジも必要かもしれませんよね。まだまだ日本っていうのは市場が大きいわけですから、で平和だし守られてるし、まあ生きやすい国ではあると思うんですよね。しかしまあいろんなところに長期的にねリスクをヘッジしていく必要はあると思います。いずれにしろですね、どう働くかが重要ですね。製造業に行けば安泰というわけではありません。まあ、製造業を、検討いただいても、悪くはない業種だとは思いますということは言えるんじゃないかなと思いますと。はい。ということで、今年もやりますセミコンジャパンという感じで、アンバサダーになりましたから、太郎も行きますせと。はい。イベント企画の話はいただいておりますので、近日中にね、そのイベントもご案内をさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい。ということで、今回ですね、若者企画と、製造業で働く選択枠を皆さん考えられてもいいと思います。以上でございました。お疲れ様でございました。そして、社員を募集しております。30歳以下ですね。経歴は問いません。ちょっと少し引き合いいただいてるんですけど、まだ募集したいなって感じですよね。1名ですね。現在、中途採用ということで、やる気がある方ですね。やる気があればいいです。その他不問です。でね、結構大手のね、20前半ぐらいの子から電話があったりするわけですよ。やばいでしょ。いや、そのまま大手にいた方がいいと思うけどな、みたいな。ただね、僕のところ来ていただければ、俯瞰能力とか、どういう風な自分に対して選択枠があるのかなとか、どういう風に働いていけば今後自分が優位になっていくかっていう、そういったノウハウを確実に学べますので、ぜひ、やる気がある方は応募いただきたいと思いますと。ということで、このように今回は特別編ということで、若者企画ということでお話しさせていただきました。いつもね、製造業にフォーカスした、製造業のトピックをものづくり太郎は扱っておりますので、製造業で働いている方、製造業好きな方ですね、ものづくり好きな方、そしてものづくり太郎に興味を持っていただいた方はぜひチャンネル登録いただいて、応援をしてあげてください。そして一つでも刺激になればね、いいねを押してあげてください。ということで、次回の動画に行きたいと思いますが、次回の動画の前にスポンサー動画です。どうぞ。スポンサータイムでございます。一つから発注できる段ボールはアース段ボールでございます。なんと標準品が2000種類もあるし、オーダーメイドもできるし、販売も0円からとなっております。アース段ボールでチェック。ということで次回の動画は、これもうやっちゃったんですけど、テスラの革新してもう動画上がってますね。ということで未定になっております。乞うご期待ください。次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。じゃあね。バイバイ。バイバイ。はい。ぜひこれからもね、そんな企画で、太郎さんと一緒に、半導体産業、この全体感をね、面白さとして、ワクワクとして伝えられたらいいですね。そうですね。ぜひ、来年も呼んでください。はい。今日の千葉ちゃんの一言。今日も見ていただきありがとうございました。引き続き一緒に働いてくださる方を募集しております。YouTube のチャンネル概要欄のメールか、Twitter のものづくり太郎の DM へ、ぜひ、我こそはという方はお待ちしてます。一緒にやっていきたいですね。一緒にぜひ働きましょう。